皆さんこんばんは、夏目さんちの源です。貴族出身のヤゴ。ヤゴなんだ。今日ヤゴ。ヤゴさん。貴族出身のヤゴは何だと思う？貴族出身のヤゴは何だと思う？そう、別の言い方すると何だと思う？どういうこと？ヤゴ？答えは、やんごとなきヤゴ。疲れてんだな、それはい、ということで今回ですね、今日ヤゴさんになっちゃった。ヤゴさん、はい、ヤゴさんと今日はやっていきたいことがあるんですけども、はい、さやごさんです。今事務所にいるんですが、はい、こちら見てください。これ何ですかね？これ実はコピックを収納するアクリルケースっていうんですか、重機というんですか。画材屋さんとかでなんかさ、壁とかにガンって置いてあるやつを、コピックさんからお借りしたんですけども、この中に今からとろけるチーズを一マスずつ詰めていきます。最悪だ、もうドロドロになってくる。今回やっていく企画、意味わかんないことやるんです今日。いや、私もね、源さんから聞いた時にね、疲れてるんだな、源さん。そう、源さんも多分疲れてるんだと思うんだけど、今回やっていく企画はこちら。家になんか知らんけど大量にマーカーがあるので、マーカーでドット絵作ってみた。総額いくら？わかんないよ、もう。でも総額多分。総額わからんよ、もう。えぐいよ。とにかく今見て、これ、ここに。総額20万分ぐらいある。ここに、こういうコピックインクとか、じゃじゃーん。コピックチャオとか、コピックスケッチとか。はい、すごい量。そしてあとは、もうこの間ね、いっぱい買った。あ、そうそう。なんかこの動画、Amazon のトップ100画材買うとかでいっぱいマーカーを買ったわけです、こうやって。画面に映ってないところにもいっぱいあるんですけど、とにかく、ここのマスの中、これで全部で合計6借りたんですけど、はい、で、この6個を使うと、一マスに多分ね、コピックは4本ぐらい入るかな。で、5段で18列。だから 4×5 で6ってことだよ。ダメだもん。1個360本多分入るんですね。ここに敷き詰めていって、だいたい2000ドットぐらいあると、ここに。そうすると、そこそこのドット絵ここに打てるんじゃないかっていうマーカーで。すごいアホの発想。これ多分ね、今までどこでも見たことないんですよね。確かに。先日コピックアワードっていう賞がありまして、それの審査員も夏目さんちやらせていただいたんですけど。爆ドキでしたよ。で、そこでその時に日本のコピックの担当者の方に聞いて、こんな企画やろうと思ってるんですけど、でももうどっかでやってるとこありますよねみたいな。いや、やってるの聞いたことないですねってなって、一応公式がないって言ってんだったらないですねと思って。やった、初めまして。いや、まあわかんない。世界にいるとは思うんだけど、とりあえず調べた限りでもあんまりやってる人がいなかったので、暫定世界初コピックマーカーおよび他のマーカーを使ってドット絵。イエーイ、まだ完成もしてないのに言っちゃう。てかまずできるんかって。いや、まあね、確かに。というわけで今回はコピックさんご協力のもと、このケースもお借りし。重機を借りし、しかも今回ちょっとね、いよいよ告知できることもありまして。あ、そうだね。まあちょっと動画の最後にまたちゃんと言うんですが、夏目さんちコラボコピックセットが発売がようやく決まりました。決まりました。発売日。12月5日に発売になりますので、この動画が多分出てる。12月5日？そうなんですけど。もうすぐじゃん。そうだよ。びっくりしたんだけど。だからこの動画撮ってんだ。あ、そっか。夏目さんちのコラボコピックセットなんですけど、コピックチャオの10本で、カラーはこの見た感じになってるんですけど、そこに加えてマルチライナーのブラックの 0.1 が1本と、コピックアクレアのスノーホワイトが1本と、ハイライト用に。しかもコラボデザインのね、特製ポーチもついて、そして塗り絵もついて、こちらで販売させていただくんですけど、それがもう今日オンラインでも販売開始で、そして全国のこちらのお店でも販売されるので、ぜひね、そちらをチェックしていただきたいんですが、今回はそれの発売も記念しまして、マーカーを使って今回描いたコピックコラボ用のキービジュアルをここでドットで表現していこうかなと。すごい。まあ無理そうなんですけど。マーカーを作ってる人たちが絶対に考えないと思うやり方で描いちゃうんだね。そう。コピックとコラボしてるのに、絵を描かずに、その製品そのものをここに入れることで告知をするという斬新な告知方法。斬新だよ。だって筆先とかさ、中に入ってるインクとかにさ、命をかけてさ、考えてらっしゃるのに。いやでも綺麗だ。なんと。みんな思ったことない？だってさ、棚にこれが並んでるだけでさ、絵描きがどれだけ心躍ることか。これは踊る。そう。で、これを見てる時に僕は思ったんですよ。だからふと。これで絵描いちゃえばって。そう。これがちゃんと並び替えられたらドット絵になるんじゃないかっていうのはすごい思ったわけですよ。じゃあコピックは使うけど、コピックを使わないで絵を描かないけど絵を描きます。はい。ずっと何言ってんの？それではやっていきたいと思います。
じゃあ行きましょうか、早速。行きましょう。一応ここで半分に分かれるので、こっちからこっちがさやで、ここからこっち側が僕という感じでやっていきます。よーし。できるかな。もうなんかさ、用紙とかじゃないんだよ。これは早い者勝ちだから。待って、本当にそうなんだよ、これ。肌色。俺のだ。ゲンさんが一応予定というか、なんとなくこういう風に言ったらいいんじゃないっていうドットのイメージは、軽く作ってみたんだけど。そう、イメージで作ってくれたのをガン無視していきます。そうなんですか。俺の3時間ぐらい返してほしい。待って、やば。ね、なんかさ、これ待って、やばいかもしれない。結構始まる前は、いや、結構簡単に終わっちゃうかもねとかって言ってたんですけど、始めてみると、なんかこのケースのデカさにビビってる。上からやってったら、さやぴ。下からやってったらゲンピ。そうだよ、本当は下からだよ。だけど、あえて上からやるんだよ。子供の頃はさ、コピックさ、全然持ってなくて。マジ憧れ画材だからさ。筆頭だよね。憧れの画材筆頭なわけですよ。やっぱコピック。だってさ、カラーで色を塗るってなった時さ、あの当時さ、コピック以外の選択肢がなかったもん。私の中にね。なのにこんな風に使える日が来るなんて本当だよね。よくわかんない。こんな風に使っていいんだみたいなね。まず。急な体験ですよ、これこそ。ね、これ、こうだね。あえて茶色をここに入れていくといったパターンはどうですか？おしゃれじゃない。でしょ？頭おかしくなってきた。なんかないかいい。絶対足りてない気がする。何が足りてない？なんか資料足りてない気がする。資料は足りてないよ。資料足りてたらこんな企画やんねえもん。なんて難しすぎるこの企画。見当もつかないんだけどこれ終わりが。なんか人を憎みそう。なんでゲンさんこんな物語を始めてしまったのという。人というかね、ゲンさんだよ。ゲンさんだね、主に。ゲンさんを憎みそう。憎みそう。いやでも自分のコピックセット出るってすごない？いや意味わかんないですよ。自分がコピックセットを出せると思った？自分がコピックセットになると思った？思わないわ。お前をコピックセットにしてやろう。なかなか聞かないよ、そんな悪役のセリフも。そうだよ。コピックセットにされたことありますか、皆さん。嬉しいね。しかも私たちが描いた塗り絵がつくんだよ。すごいことだよ。異常事態ですよ、これは。なんか。でも今回なんと塗り絵はね、昆布に印刷させていただきましたので、いい出汁も取れると思いますのでね。不安これ。これ急遽さ、やっぱり2つで1つの絵にした方が良くないってなりそう。なりそう。なかなかやばい。ね、ちゃんとスケッチでまとめている。いやなんかその一部だけそれまとめて、あとはもう無理だから、一旦スケッチでまとめるかみたいな気持ち。そういうね、歌詞系だね、それ。チャオとスケッチをね、交互にない混ぜにしていくとね、サイズが合わなくてね。抜けないよ、もうこれ。見て、目だよ、これ。見える？これ目です。見えるね。やばいね、これ。この企画やばいよ。これやばい。でも、これは、最終的にこのカメラの距離感でじゃなくて、もっと離れた距離感を想定して見えてれば勝ちということにしたい。だからみんなは終始この動画の画面を見ながら不安な思いになってほしい。一緒に不安を共有しよう。この動画になるのかなって。大丈夫。ならなくても出すから。夏目さんちは失敗も伝えるチャンネル。失敗を恐れずに何でもチャレンジしていこうねという精神もお伝えするチャレンジ。でもね、最近パラちゃんもね、なんか失敗。じゃあもう一回ねって、でちゃんとなんかその精神がね、最近ね身についてきてね、もうママとパパは非常に嬉しい。チャレンジが大事だよって口しょっぱくして言ってきた甲斐がありました。口ってしょっぱくして言うことあるの？しょっぱ口酸っぱくってさ、なんで口酸っぱいんだろうね。なんで口酸っぱいじゃなきゃダメだったんだろう。なんで口酸っぱいのかな。ダメだ。なぜなぜきの最後。検索したくなった。なんで口酸っぱくって言うんだ。気になり始めてきちゃったよ。映っちゃった。許されん。これだ。口酸っぱく語源。何度も言うことで、口の中に唾液がたまり、酸っぱいものを食べたり酸っぱいものを見た時に唾液がたまる現象と似ているから。ほー、なるほど。とか、なんか口酸っぱく言うって基本的に嫌なことを言ったりするから、あんまり口にとってめちゃくちゃ酸っぱいという状況はいいものじゃないから、そこに例えているみたいな感じだった気がする。今調べたのにそんなに急に曖昧になっちゃったの？なんかだってほら、もう携帯離してから1分ぐらい経っちゃったからさ、忘れちゃったよね。ねえねえ、無理じゃない？この企画大丈夫？ダメかも。やばい、とんでもないことを始めてしまったんじゃないか、俺たち。見てるみんな過去一不安だと思うけど、多分やってる俺たちが一番過去一不安だよ。不安さは負けないぜ。はい、先生。はい、どうしましたか？これは無理です。ゲン博士。これ多分無理です。どうしてそんな急に諦
めて。いや、ちょっと待って、これはね、諦めるとかじゃなくて、現状の装備で、無理かもと思って来てます。今。これ、ちょっと作戦会議しよう、さ。嘘、作戦会議。これ作戦会議です。緊急事態です。これ緊急ですよ。この絵を再現しようとしてたんですよ、お互い。で、ベースでちょっと作ってみたドットがこんな感じなんですよ。やってみて分かったことが今現状でね、問題点がいくつかありました。まず、同じ色がないっていうのが大問題でした。ドットっていうのは同じところは同じ色で打つんですよ。当たり前なんですけど。で、ちょっとずつ色を変えてね。変えるとこを変えてグラデーションにする。しかし、同じ色がないので、こうなってしまうと。もしかしてこのコピックのさ、こう、色の機微みたいな、細かい機微がさ。それがもう邪魔をしてる、すでに。そんな、コピックの PR なのに。で、そして問題点その2。これね、ドットと違うのが絶妙な隙間。この絶妙な隙間がまた悪さをしてる。なので、このサイズで、今我々がやろうとしてるような絵を見せるのは、どっちかが必要かも。とにかく無限にコピックがある場所で、同じ色をいくらでも入れることができる環境でやるか、もしくは絵を変えるか。博士。絵を変えようと思います。今の状況でできるのはそれかもしれない、最善が。確かに。とりあえずまずワッパー買いに行こう。お腹空いちゃってる。最善だ、それが。最善ではないだろ。最善を取ろう。はい、ということで。作戦を大幅に変更しまして。見慣れた真上からの画角に変わったんですけど。一応、あんなに立派な重機を大量に借りたという事実は本当にあるんですけども、本当にあれを送ってもらったという手前、申し訳なさが半端ないんですが、密度が。いや、ちょっと今回のやつね、仕切りが密度を薄くさせるっていうのもまた一個問題点っていうことに気づき。多分あれでもできるんだけど、多分大きさが足りない。多分ね、3、4倍ぐらいの大きさにして、もっと離れたとこから見る想定で、本当にウォールアートみたいに作るんだったら、重機でもいけるかなと思うんですけど、今回のこの距離感で。我々の規模だとね。で、ちなみにこれでも段ボールにこう、みちっと詰めて、多分ギリギリ見えないぐらい。だと思ってて、だから皆さんは画面を離して、そもそもスマホを離してみてください。スマホとテレビで見てる方はテレビからものすごく離れて、そうです。我々がカメラを引くのではなくみんなが離れてくれ。ね、部屋明るくして離れてみてください。そうそう。じゃあやってみますか。で、ちょっとイラストに関してもどういう絵にしようかなっていうのを今考えたんですけど、このサイズ感でいけるかなっていう、このしかも同じ色をこう使わないでいけるかなと思っていたんです、いい人が。君でうちにはね、便利な立ち絵というものがありまして、そう今回、ちょっと2人分行くにはやっぱ密度的になかなか難しくなりそうなんで、さやさんを作ろうじゃないかと今回は。なので今後、夏目さんちの動画に出てくるさやはこっちのさやになる。ならないよ。別に立ち絵変えますっていう動画やったけどこの間。そういうんじゃない。じゃあ行きますか。はい、行きましょう。バラバラにあったやつを同系色で今この時点でまとめたので。まずさやさんは赤くなければいけないの。さやさんの血の色は赤なの。大体の人はね。でもね、この同じ色でまとめる作業ね、すっごい楽しかった。私こういう作業大好きなんだよな。本当に無理だなと思ったからさやに任せてた。で、一旦さやさんだからまずここが赤になるはず。で、そして別のペンからも赤をお持ちいただきました。まずはコピックインクからの赤でしょ。はい、これでもコピックインクからの赤です。赤とピンクみたいなのが混ざってるけど、でもグラデをつけるなら。グラデなんかどこにつけんの？グラデつけるなら。さやさんにはグラデなんか存在しないあるよ。さやさんって結構複雑な作りしてるんだよね。夢見るなよ。さやの立ち絵にグラデなんかないでしょ。あ、いいねいいね。結構でもさ。さやさんじゃんもう。結構さやさんじゃない？ね。でこれはお顔の色でしょ。下が赤で上がオレンジみたいな。でも夏目さんちのさやさんっていうのは影色にオレンジが入ってるっていう独特の人間なので。あれはでもね、元はゲンさんがやったんだよ。さやさんなんか全然何もしないけど。さやさんやることなさすぎない？なんで？ゴムゴムの。やろうぜ。なんかさ、ほら、ちょっとさやさんもう。さやさんのことなんだと思ってんの？赤だと思ってる。これさ、何アートっていうの？コピックアートっていうの？これモザイクアートなんじゃないの？結局。ペンマーカーアート。ペンマーカーモザイクアートどう？うるさ。うるせえな。これでこうみちっとなりました。何？今びっくりしちゃった。今びっくりしちゃった。ここさ、赤がちょっとだけ足りんくないか？違うんだよこれ、ちょっとずつもうちょっと分けるか。そうこれ半分に分けた方がいいのか。それなんだよ。大味な感じじゃなくてさ、首の部分用に細い束を作ります。あ、お前でいいや。
おー、いいね。ちょっと足りないね。で、最後に黒でアウトラインを刺していくっていう安心していく作業を残そう。ああ、そういうね。これ最悪黒がなかったらこの溝で黒を作るっていう高等テクニックもあると思うんだけど、それは怖いからやめたい。なるべく。待って、影っていうか首の色これがいいかもしれない。あ、いいじゃん。影色になってるね。そうそう、濃いピンク。確かに確かに。足りないと。いや、そんなね、もうガポッといく。ガポッ。ガポッ。もうこれぐらいガポッといっていいじゃん。あとはアウトライン。そうそう、アウトラインでどうにかなると信じて、まずはざっくり入れていこう。すごい、神頼みアート。あとは野となれ山となれアート。いい名前だ。あ、なんか見て。さやさん。お前には何が見えてんだお前は妻を何だと思ってるんだほら見て、さやさんじゃないよさやさんであってたまるか。一回ざっくり色を置いて、その後一個抜いたり入れたり、いや、それがいいと思ったよ、僕だって。で、それで色味をこう調節していくと言いますか。それがいいですよ。そうですぞ。青系は外に入れることで、さやさんが紫陽花の中にいるみたいな素敵な演出にできるんじゃない？6月のさやさんってこと？そうそうそう。長谷寺のさやさんってこと？長谷寺のさやさん。長谷寺青じさいで有名じゃないですか。2人で行ってないのにな。わかんないだろ。覚えてるわけないだろ。その文脈で言ってないことある。さやさんに見えてきた。だよね。俺もそう見えてんだよ今。人間って適当なこうイメージだけで生きてる。人間は都合のいいものしか見えない。そうだよね。でも、いい線いってるもん。ねさっきから自分のこと信じきれてない部分が。あー、見えてきた。なんかちょっとさやのシルエット出てきたよね。ね、さやさんって結構わかりやすいデザインのキャラなんだね。今日は事務所で撮ってるんだけど、事務所に置く食器棚買いに行くんだ、後で。そうなんだ。初めて知ったよ。もうちょい詰めたら、いや、ちょっと線画作っていこう。縁作っていらない青とかの端を抜いていく。そう。あなたはその役割。私はここで踊って喋ってるラジオ係。意味わからない。頼む。なんかさ、だってほら、さやさ、暇じゃんずっと。本当にさ、ラジオ係じゃん。でも大事だよね。動画としてはやっぱラジオ係がいた方が。ということは、さやさんが作業に入るとちょっと邪魔だなって思ってる部分もあるってそんなここととはない。気にすんな。元気出せよ。私は右側を攻めていくから、ゲンさんは左側を攻めてって。で、後でなんか違うねってなって。失敗を恐れないし、協力をしていく体制っていうのを夏目さんちはさ、みんなに見せていかないといけないわけ。これが大人の姿なんだってことは。そうだね。そう。大人は失敗したって何度でも立ち直れるっていうのを示していかなきゃいけない。夏目さんちが発足された理由もそれ。そうなんだ。そう。それは知らなかった。あ、でもいい感じ。いい感じだかも手で。でどう？4本ずつ束ねていくことによって線画感っていうんですか？でもね、今回の絵は1本でちゃんと黒になるよ、この場所。意外と。でも4本にしてるんで。方針が違うので解散です。解散した。確かに1本でもなってるな。1本でいいって。もうちょっと減らそう。ほらな。なんでも僕の言うことを全部聞いとけばいいんだよ。やだ、怖い。おまわりさん、この人です。実はテーブルの下ズボン履いてません。ワンチャン家ならよくない？もうそれでも。それはそう。ピンポンパンポン。ピンポンパンポン。なんだっけそれ。ジェンドゥに入ってる音？全然。パラちゃんがね、泣きながらね、ジェンドゥジェンドゥ。そうさ、パラちゃんマジでさ、米津玄師のちゃんとファンになってることが判明して、あ、そうそう。この間だってなんて言ったと思う？米津玄師大好きって言ってた。もうガチファン。ご飯屋さんで1991だが流れたんだよね。1991が流れて、でパラちゃんは1991をまだ聞いたことがなかったのその時。で有線で流れてきた1991を聞いて、あみたいな感じで上見て米津みたいな感じで言ったんだよ。そう。もう声で判別しとるやんみたいな。すんごってなって感動した。なんか英才教育ってできるんだなってね。親の教育って本当に大事だなって思うんだよ。とても思います。だから今は好きなアーティストっていう意味でのいい面はさいけたわけそうね。でもこれさ悪い面もたやすく吸収するんだなっていう恐怖を覚えた。いやそうだよ。だってね、私結構とりあえず一回なんとかしてこれしようよみたいな言い方するんだけどパラちゃんが我々のスマホで自分が映ってる動画を見るのが好きで、それをパラちゃんみたいみたいな言い方をするの。自分の名前なんだけど本当はね。でそういう時にでも今日はもうねんねだから今日はもうスマホ見るのなしだよみたいな感じで言うと、パラちゃんが一回パラちゃん見てねんねにしないみたいな言い方するようになっちゃって。マジで交渉してくるようになってきてそうあれさ笑っちゃうからずるいんだよね。この要求飲んでもいいかもってなんか一瞬思わされちゃうんだけど。いやそう危ない。そう親の影響って受けるなってすごい思った。
これさっきさ冗談で言ってたけどさ、うん。マジで隙間を線にするっていう手法もありかも。上から見た時に。ああ、そんなこと言ってた？何の話聞いてんだっけそんなこと言ってたじゃねこれさ、ちょっとずつさ入れ替えていったら全然できる気がしてきた。いやそうなの。ちょっと可愛いからこの辺にピンクとか入れたら可愛いかもね。これ遊び心まで入れ始めた。絶対今遊び心入れるの早いって。前なんか抜くことでも黒が作れるという感じは出てきた、ね、これでパラちゃんに一つ自慢できるね、ゲンさん。何が？パパとママね、ペンのキャップだけで絵描いたんだよって。本当にこれ何の自慢になるもならなくてパパとママまたしなくてもいい苦しみ味わっちゃったパラちゃんが毎日ね、ママ今日もいっぱいお絵描きしたって聞いてくれるから、したよってペンでね自信を持って言える、自信を持って言える。でもさ、待って結構いいんじゃない？いや結構いいよ。まず皆さんは目開けてちゃダメですからね、ちょっと目をつぶって幻覚見ないとなかなか供給のないコンテンツを待ってるオタクぐらい幻覚見てほしいそれぐらいじゃないと見えないよこれは。試されてるよ皆さん。やっぱさ1ドット変わるだけでさ印象が変わるからさね、面白い。おもろい。可愛い。なんかムフーってしてる。見えるよ見えるよ。なんか見えるよね。うん。見て、こうやって見てんの。僕全く同じ。ずっとこの顔してる。てかなんならさやのこのやつの顔してる。てか見えてきた。見えてる見えてる。見えてるぞこれ結構。みんなもこの顔して見てほしい。みんなもこのチベットスナギツみたいな顔して画面を見てほしい。さやさんがいる。ちょっと。さやさんがいるよ。ムフーってしてる。なんか。これあとはもうさ上をいい感じに抜いていけば完成するんじゃないか。かも。ちょっとこっちのほっぺがプニ気味。ちょっと待ってね。なんだこのまだかつてないさ、すごい言っちゃ悪いけど言っていい？バカ動画じゃん。いやでもさ、すごいよ。なんかこれもう炎上覚悟で言うんだけど、ゲンさんがこうやって画面見ながら、画面見ながらこのペン詰めてる動画、様子、オペしてるみたい。やってることとさ出来上がってるもののさ落差がそうずっとモニター見ながら、ね、メスみたいな感じでいや全国のお医者さんすみません。ほっぺもちもちすぎじゃねここ。そうなんかおたふく風みたいになってるね。ここを茶色くしたいね。そうちょっとさカットしてよ。一個ずつ茶色を入れていこうここに。でもね茶色ないねんで。シャピチャしかないよ。ほらシャピチャしか。いいよシャピチャで。コピチャもあったよ。コピチャでもいいよ。シャピチャとコピチャどっちがいい？シャコピチャ？シャコピチャ？住んでる場合じゃないんだよ。現場の時行くと変わっていくんだよ。圧力がかかって。あと何が欲しいの？お姉さんに言ってごらんなさい。もしかしてグレーが欲しい？グレー職人の私が黙っちゃいないよ。全然構ってくれない。ちょっと待って、そういうとこじゃなくて。もう2人で協力とかじゃないんだよ。俺が何とかしないとみたいな気持ちになってる。嘘、こんなに協力してるのに？そう。ナルト読んだ小学生、中学生って絶対この持ち方したくなるよね。私は烈火の炎のフコちゃんを見てこの持ち方を覚えたよ。これ投げなくない？この持ち方って。本当になんかやることなくて。いい感じじゃない？めちゃ。すごい。いい感じじゃない？結構すごいカメラからいなくなっていく。一応終わりました。コピックを中心にマーカーを使ったモザイクアートなのかこれは。はい。いきます。せーの。ドン。穏やかな笑みを浮かべるさやがこういう目で見てみんな。そう、メガネやコンタクトをつけている人はすぐに外し、で、メガネをかつ細めてみましょう。で、画面は玄関とかに置いて廊下から見ましょう。だいぶこれ画面を離したり、あとは目を細めたりすると、てかそもそもモザイクアートってそういうもんだから。まあね。あんまり近いと絵には見えないけど、離れて見えるっていうのがモザイクアートなので、はい。そういう見方をしていただくと、ギリギリさやさんなんじゃないかなっていう。ヤホーイ！こんな感じで、ちょっと色数がね、若干足りなかったり、同じ色がもっと欲しいなって思ったりしたところではあったんですけど、どうでしょうか？というわけで、今回、こんな形で大量のマーカーを使って、モザイクアートチャレンジというのか、マーカーアートチャレンジ。これは大成功ですか？中成功！大成功でしたー
はい、というわけでね、まあそんなこんなでね、めちゃめちゃ巻き添えを食っているコピックさんなんですけれども、本当にもうこのままを変装しようかなと思うぐらいもう動かしたくなくなってるんですけど、本当にこのままなんか薄めで見るとにっこりした鞘が届くみたいな感じでパカッてコピックさんに送りつけてみようかなっていう気持ちもあるんですけど、皆さん今回ねこんなアートチャレンジさせていただいたんですが、冒頭にも言った通り12月5日本日より夏目さんちのコラボコピックセット発売開始です。よろしくお願いします。ありがとうございます。オンラインがこちらと、あとは実店舗はこちらで販売が開始されておりますので、お近くの店舗だったりオンラインで注文していただけるととっても嬉しいです。はい、たまに野畑を歩いているさやさんを捕まえるともらえるかもしれませんね。そうなんだ。そんなエンカウントしたらくれるんだ。でそしてですね、こちらの販売を記念しまして、夏目さんちが選んだコピックお絵かき対決セットを未来屋書店でご購入いただいた方の中から抽選で100名様に夏目さんちのサイン会が当選しますので、サイン会行きたいよって方はぜひ未来屋書店さんでお求めいただければと思います。開催場所が未来屋書店の木更津店になりますので、ぜひぜひ概要欄にね詳細書いてありますので、そちらもチェックしてみてください。どうぞよろしくお願いします。もちろんオンラインとか別のねお近くの店舗でもご購入はできますので、はい、とりあえずまずは欲しいぞっていう方はぜひそっちをチェックしてください。よし、じゃあ今からサインの練習しないとな。新しく考えるわ。新しいのに行くんだ。あんまり途中でサイン変える人いないと思うんだけど。じゃあこれさ、じゃんけんで負けた方が崩そう。本当に嫌だよねこれ。本当に嫌だ。まだサムネ撮ってないから絶対崩さない。そして最後に今回の夏目さんちのコラボコピックセットで書かせていただいているキービジュアル、以前もお見せしたと思うんですけど、今回改めてまたね見ていただければと思いますので、こちら最後にご覧ください。どうぞ。どうぞ。よかったら見て。頑張って書いたの。さあということで、今回はちゃんと塗ってこうです。そうですね。ちゃんとキービジュアルの方です。お家にあるやつで色を選んで塗ってます。はい、しっかり塗ってます。とはいえちょっと今回の夏目さんちコラボコピックセットをすべて使った上でプラスをしているという感じになります。そうだね。はい。でどれぐらいの色プラスしてるかはちょっと概要欄に書いてありますので、ぜひそちらも見ていただきたいです。最初ちょっとねこれね金髪風味に見えたんですが、青をどんどん足していくことによって黒に寄っていくっていう面白いタイムラプスですね。いやね、好きなんだよね、このコピックってやっぱさ濃い色は後から乗らないからさ、まあね、なんか雰囲気下に実はねぼんやりいてほしい色って最初に塗るじゃない。そうするとなんかタイムラプスだとさ、なんか最初と最後で全然印象違うのすごい好き。でちょっとやっぱりね端っことかに淡い色とかをのせたりしながら、なんかいろんな色感をこういろんな色が入ってる感をちょっと出しながら塗っております。ね、襟にもなんかね、黒だけじゃなくてピンクが入ってるからね。そう意外とねこういう風に入れたりすると可愛い発光の雰囲気出るのでおすすめです。今回はねテーマとしてはかなりもうミステリアスな女の子、先にちょっと反転世界版みたいなやつを見ちゃった後だと思うんですけどこっちが表の世界というか入り口に立っている子ということで、背中合わせな空気を感じていただければと思ってます。だってこちらをじっと見てる、すごい目が合うわ。でこっちのバージョンはね、こっちのバージョンというか正式バージョンは、不思議なこう真夏の思い出というか謎の空間を演出したいなと思って、この B05 番ですよ、この素敵な青をね真夏の色を後ろに塗って、でムラは色鉛筆で消して、で縁とかハイライトだったりをもうコピックのアクレア使って入れてますね。アクレアめっちゃいいんですよ、相性が。お世話になっております。はい。でそしてここにはもうみんな大好きというか俺が大好き R14 コピックインクでムラなく、こっちはねコピックインクでドバってやることでムラを消しながらやってます。で縁とかのハイライトをちょっと色鉛筆でニュアンス出したりしつつ、仕上げで影を濃くしたり、そして最後これもアクレアで垂れ下がるコードを書いて完成。そんなこんなで、そしてさやさんのターン。いやさやさんはもうザコピックな感じで言ってますね。いやね、私はなんかね結構子供の時からさ、やっぱコピック使わせてもらってて、でなんか中学生ぐらいの時にすごい憧れのコピック絵師さんがいらっしゃって、その方リスペクトの塗り方が今も抜けてないんだよね、実は。そうなんだ。でもね分かる、なんていうか僕たちがまずコピックにはまった頃のコピックって感じ。塗り方をするよね。そうやね。それすごいいい意味でね。そうなの。でもちょっとこの後ろにね最近っぽいこのそうちょっと空気をなんかちょっと遠さを感じる紫の感じとかね入れてみたりなど。これ後ろの方に紫色とか入れるとねちょっと遠近感出て可愛くていいですね。そうちょっと遠いところにあるもの感で手前にあるものが映えるみたいなね塗り方なんですけど、そして手前になんかチューリップの花束の束部分をお水でまとめてるみたいな不思議な花束を持ってる子で、これ魔法使いだもん
さやがいつも書いてる魔法使いシリーズの魔法帽子かぶってない版だ。あ、そう魔法帽子かぶってない版魔法使いなんだこの子もやっぱり。でただなんか、この花束も結構可愛い感じかなと思ってたんだけど、なんかもうちょっとなんかふふっていう感じも足したいなということで、なんか鴨の橋を散りばめてみたんですけど、いかがですか？なんだろうなと思いながらね、これ見てたんですけど、いや、そう鴨の橋なんですね。そうなんです。コピックセットの中に、我々が選んだコピックセットの中にちょっと濃いめの茶色があったので、ぜひね、そんなさやさんの髪の毛とか塗ってもらいたいなという思いつつ、そうなんですね、実は。自分の絵にしたら何がいいかな、鴨の橋だってなって。おかしいだろ。そう実はね、今回の選んでるコピックセットは、夏目さんち周りの夏目さんちだったり、ナピメだったり弱気だったりが塗れるセットにもなってるっていう裏テーマがあって、そうなので、そこもクリアしつつ、このイラストをクリアするために派遣されたのが鴨の橋だったと。さあ、そして改めて完成品はこちらです。ででーん、いや、めっちゃかっこいい。なんかね、不思議な感じになりましたね。なんか、小説とかのジャケットっぽい。そう、なんかね、今回よくわかんないけど、何がしかの表紙の気持ちで書いちゃったの。そしてさやさんはこんな感じで、さやさんもね、アクレアのホワイトを使ってね、結構こう光を足してるんですけど、キラキラめっちゃ足した。めちゃめちゃいい。さあ、ということで、また対照的な1枚が生まれましたが、一応ね、このコラボコピックセットでもある程度塗れるようになってますので、ぜひチャレンジしてみてほしいです。みんなも鴨の橋ゴリゴリ塗ってみてね。